田原が犯人に尋ねた。なぜ、殺し屋を始めた？俺に、殺しを教えてくれた人が、いたのさ。さっきも言ったが、俺の母親は、俺に言った。俺には戸籍がない。俺を殺しても、隠してしまえば、誰にもわからない。あの後、俺は、母親と住んでいた。ボロアパートを出たのさ。本当に殺されかねないと思ったし。俺にとっても、母親にとっても、一緒にいない方が、身のためだと思ったからな。そして、ホームレスになった。10歳のホームレスだ。ゴミ漁りもした。段ボールを集めて、その中で眠ることもした。見よう見まねだったが、ホームレスは、そこいら中にいたからな。彼らの真似をすれば、10歳の俺でも、なんとか生きていけた。だが俺の場合は、盗みもした。パンや果物、惣菜や菓子。食えるものなら何でも盗んだ。だが、自分では分かっていなかったが、盗みというのは、俺には危険なことだった。もし捕まれば、俺には日本国籍がないことが、バレてしまう。俺の母親が自力で俺を産んで、俺を世間に隠したことも、バレてしまう。そして、俺はおそらく孤児院行きだ。20年前には、すでに、格差社会が始まっていた。貧困層はどんどん増えていた。当時から日本には、自分で作った子供を、自分で育てられない親なんてのは、いくらでもいたはずだ。だから孤児院は満杯で、おそらく、とっくの昔に、限界を超えていたはずだ。そして、無理のあるところには必ず、残酷、冷酷がはびこるものだ。おかしいと思わないか？テレビでは保育園が足りない。という話は、やたらと出てくるのに。孤児院が足りないという話は、出てこない。老人の介護施設の問題は、やたらと出てくるのに。孤児院の話は出てこない。
孤児院にいる子供には、自分で声を上げるということができない。だから、どんな問題が起ころうと、隠すのは簡単だ。知ってるか？子供というのは、人身売買の対象になりやすい。子供の人身売買を専門とする組織がシンジケートまで作っているそうだ。だが普通の人間は、そういうことから目を背けようとするもんだ。面倒に関わりたくないからな。だが、そんな俺を見て、哀れに思ってくれた人もいたのさ。ある日その人は、俺に声をかけてくれた。俺は、健一だ。家に来るか。飯ぐらい、食わせてやるぞ。あの人はそう言った。あの人のマンションで。あの人は、焼肉とご飯と味噌汁を作ってくれて、俺に食わせてくれた。そして、俺に言ってくれた。もしここにいたけりゃ、いていいぞ。別に俺は、困らない。本当は困らないはずがない。あの人はヤクザで、殺しを生業にしていた。だから敵がいた。敵のヤクザ、警察。関係ないガキに。周りをうろちょろされたら、危ないに決まってる。だがそれでも、あの人は俺を助けてくれた。そして俺は検事になったのさ。さすがに学校には行かせてもらえなかった。一緒に暮らしている者が実社会と縁を持ったらリスクがありすぎるからな。あの人のマンションには広い部屋があって、その部屋の壁には大きな本棚が置かれていた。そしてその本棚の隅に漫画もあった。俺は漫画が好きで、よくその本棚の前で漫画を読んだ。だがある日、あの人が言った。おい、ケンジ、本棚が好きなのは別に悪いことじゃない。でもそんなに本棚にくっついてないで。ちょっと離れてみろ。いいか、本棚の中で漫画が置いてあるのはあの隅の方の一角だけだ。
たった、あれだけだ。でも、よく本棚を見てみろ。この本棚には、漫画の他に、こんなにたくさんの本がある。そっちは、見ないのか。なるほど、と、俺は思ったよ。確かに本棚には、いろんな本が置いてあった。小説、百科事典、何かの専門書。数学、科学、世界史。日本史、哲学。他にも、いろいろあった。そんな本が、きれいに分類されて、置かれていた。それで、漫画以外の本も、ちょっと読んでみようと思ったのさ。そして、不思議なことに、学校なんて行ったこともない、この俺が、本を理解できた。本を読めば、俺には理解できる。その発見は、俺には大きかった。俺は学校というところに、行ったことがなかった。でも学校というところが、どういうところか、興味があった。だから、小学生の参考書を買ってきて、読んでみたい、と、あの人に言ってみたのさ。そうしたらあの人は、金をくれたよ。少し多めにな。釣りはいいから。余ったら、好きに使え、と。あの人はそう言ってくれた。それ以来、学校の参考書を、買ってきては、読むようになった。小学校の参考書は、簡単に理解できた。算数、国語、理科、社会。全部わかった。試しに。中学校や高等学校の参考書も、買ってきて、読んでみた。ちゃんと理解できたよ。英語、世界史、日本史、地理、政治、数学、物理、生物、科学、そして、俺にはどうも、わからなくなった。お受験、というのがあるだろ。なんで皆、学校や塾なんかに、何百万もの大金をかけて、行きたがる。本屋で1000円か2000円の本を、何冊か買ってきて、読めばいいことだろ。でもそのうちに、気がついたのさ。もしかしたら俺は、普通のやつより少し、頭がいいのかもしれないってな。
あの人に迷惑をかけて困らせたこともあった。ある日、道を歩いていて、俺と同じ年くらいの3人組に取り囲まれたことがある。そして喧嘩をした。俺はあの時、正当防衛という言葉を知っていた。危険から自分の身を守るためなら、敵に何をしても罪には問われない。生まれて初めての喧嘩だったが、うまくいったよ。俺はまず、相手の目を狙った。潰れようがどうなろうが、関係ない。相手の視力を奪ってしまえば、相手は抵抗できない。あとはこっちの、やりたい放題だ。生まれて初めての喧嘩で、3人の相手を叩きのめして、俺は有頂天になった。嬉しかったんだ。そしてあの人に、そのことを話した。自慢したかったんだ。でも、あの人は、喜んでくれなかった。あの人は俺に言ったよ。お前が、軽はずみなことをすれば、俺は警察に、目をつけられるかもしれない。もし警察に捕まったら、俺は死刑になる。刑務所を脱獄できれば別だがな。その時、俺は気がついた。俺とあの人の立場はシビアなんだ。あの3人と喧嘩をした時、俺はそれを忘れていた。それを忘れるのは危険なことだった。俺は泣いて、あの人に謝った。そうしたらあの人が言うんだ。なぜ泣く？お前はさっき、俺の話を、ちゃんと聞いてくれたろ？もう泣くのはやめろ。泣くことはないんだ。人間なんていうのはな、誰だって。どうせいつかは死ぬのさ。再生リスト39に続きます。